うわあー、お腹減った。かわいいね。うん、可愛いでしょ。いただきます。美味しい。うん。すごいさっぱりしてうん。る。トマトと卵のスープとか珍しいね。めっちゃ合う。美味しいね。これはリゾット。うん。うん。うん。これがすごい美味しかった。うん。このスープが一番簡単。あ、本当。うん。
んでるのも色色いやベージュも可愛いですけど白は一番人気、人気だけどでも結構人と被ることもそうで多いですすね。ね、一番持ってる方が多いので、引っ越した時に先でまた大きくするとかっていうのもできるんで、はい、この日のうちにできますね、はい。別日でも設定できますし、事前にあったいただけしといて、時間が持ってってもらった先で、あと別日あれでできますね、はい。
いただきます。美味しいわ。ガパオライスはお店行かなくていいね。でもすごい美味しい。本当だ。ね、変わるね。レモンかけた方が美味しい。やっぱご飯が美味しいって本当大事だね。夕飯が美味しかったらもう丸く収まるね。そうだね。何があっても。皆さんこんにちは、ニコです。このぶどうめちゃくちゃ美味しいです突然なんですけど、中高の頃のね友人が今農家に嫁いでシャインマスカットを作っているっていうことで送ってくれたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。一粒一粒すごいジューシーな感じがして、気になる方はね概要欄にリンクも貼っているので、見てみてください。あと紅茶はね、私の大好きなティーポンドのライチの紅茶なんですけど、めちゃくちゃいい香りです。これもなんか本当に本物の果実のライチの香りがすごいしますね。店員さんにおすすめの紅茶聞いたら、今結構マンゴーとかこういうライチとか結構果物系の紅茶がすごいおすすめですっていうことで買ってみたんですけど、ティーポンドのお店だったりとか近くにある方は飲んでみてほしいと思います。
今回のこのティールームのコーナーなんですけれども、インスタグラムで定期的に質問の方を募集していて、今回はちょっと2つ質問の方にお答えしたいなというふうに思うんですが、なんか私だけじゃなくてちょっと皆さんのご意見も聞きたいなというふうに思う内容ではあるので、ご意見だったりとか体験談だったりとかあれば聞いていただいた後にコメントで一緒に教えていただけると嬉しいなというふうに思っています。まず1つ目なんですけれども、お仕事に関しての接客業のちょっとお悩みになっていて、まずちょっとメッセージいただいたものを読み上げますね。ニコさん、はじめまして。ずっと前から大好きでもコメントも質問も今まで勇気が出なくてしてこれなかったのですが、ニコさんへの憧れや尊敬の気持ちが抑えきれず、次回質問募集があったら送ると決めていたところに、質問募集があったので送らせていただきたいと思います。ありがとうございます。私はスーパーのレジの担当をしています。スピードと接客術の質を求められるこの職業なのですが、お客様から理解ができない要望をされたり常識のない行動をされている方を見てしまうととてもストレスに感じます。おそらく私が何々するべきとか普通はそんなことをしないなどとそういう思考が強いせいもあるかとは思うんですが、エッセンシャルワーカーとして食の観点からお客様のお役に立ちたい、素敵なお買い物時間にしてもらいたいという気持ちがあるのでとっても葛藤しています。お断りしたり注意することができればまた違うとは思うのですが、トラブルを避けるためそういう方がいてもお声掛けができません。なので今は笑顔で必死に耐え抜いているところです。ニコさんは接客業の経験はありますか？あれば同じようにストレスに感じることはありましたでしょうか？またそういう時どういった考えをしたらこういう方々のことを気に留めず笑顔で丁寧な接客ができますでしょうか？この部分以外業務内容は嫌いではないですし転職するつもりはないのですが、ぜひニコさんのアドバイスがいただきたいですということです。いやー、なるほど。この方はね接客業をされていて多分ほとんどもう9割8割ぐらいお仕事が好きで勤められているけど本当に多分1割ぐらいのお客様のご対応の時にどうしてもね価値観が合わないというかそういう方がいらっしゃった時にどうしてもこうイラッとしてしまうっていうお悩みになるんですけれども、これでもほとんどの方がご経験あるんじゃないかなっていうような内容だったのでちょっとピックアップさせていただいたんですが、私もね、高校生の時は飲食店のアルバイトをめちゃくちゃたくさんやってましたし、大学の時は3年間ぐらいホームセンターでレジ打ちの仕事をしていたのですっごい気持ちがわかるなと思って拝見していました。やっぱりね接客業につきもののお悩みなんじゃないかなというふうには思っていまして、まず私が感じたことなんですけれども、1割2割ぐらいねそういった価値観が合わない方たちがいるっていうのはどうしても変えられないことなのかなというふうに思います。ちょっとね悲しくはあるんですけれども、おそらくですけどその時給をいただいている内容以上にこの方はすごい優しくて繊細できっと気が使える方だなって文面からすごく感じるので、サービス内容以上のことを求められるようなお客様の対応をする時に結構疲弊してしまうのかなっていうのをすごい感じます。まずお伝えしたいこととしては、自分本位にもうちょっとなっても大丈夫なんじゃないかなっていうふうに私は思いまして、結構海外とかのレストランとかそういうスーパーだったりとかに行くと割とガムを噛みながら自由に働かれてるみたいな方たちを見ると結構やっぱり日本ってすごい丁寧すぎてしまうのかなっていうふうに感じることとかも多々私はあって、お客様は神様みたいな文化って日本にあると思うんですけど、確かにそういう心構えっていうのは大切だなって思いつつも自分の人生だから
なんかサービス内容以上のことをこう求められてしまうというか、なんかそういうお店の方針と違った行動をしちゃうお客様に対して、そこまでこう自分の貴重な人生というか時間というかをすり減らしながら丁寧にやろうって思わなくてもいいんじゃないかなって私は思います。でもね、これ当事者というかその渦中にこういるとどうしてもそう思えないんですけどね。いや、私もねホームセンターで働いてた時めちゃくちゃいましたからね。なんか過剰サービスをこう求められてしまってってって思っちゃうこととか結構あったので、すごい気持ちが分かるご質問でした。なのでまとめると、価値観が合わない方には、それ相応のクールな対応でいいのかなというふうに思いますし、自分のこう価値観の合うお客様をより大切にする方にこうパワーを割いて割り切ってしまっていいんじゃないかなっていうふうに思います。こう接客業をね経験されたことのある方、今働かれててこういうこと気をつけてるよっていう方がもしいらっしゃったら、アドバイスをコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。はい、では次2つ目のご質問です。ニコさんこんばんは。質問なのですが、ニコさんと旦那さんの出会いがアプリだと以前お話しされていて、私もやってみようかなと思ったけど、やっぱりまともな方と出会えないだろうという先入観がどうしても拭えなくて、なかなか始められないです。動画で出ている部分しかわからないのですが、お二人の雰囲気がすごくいいですし、素敵な旦那さんなのもとても伝わってくるので、私もそんなお二人みたいになりたいと思うのですが、出会いがなかなか。ニコさんがアプリに踏み切れた理由を教えてほしいです。もともとアプリにそんなマイナスイメージがなかったならすいません。今年30歳になるのですが、20代までは本当にしんどい人生歩んできてるので、30代からは謳歌したいなって気持ちがあって、何か一歩踏み出したくていろいろ模索しています。以前ニコさんがヒカルさんの番組に出るために退職した姿を見て、自分も仕事を辞める決心がついて、退職できましたと DM させてもらった時、すごく丁寧にお返事してくれたこと、未だに感謝しています。長くなってしまってすいません。動画投稿を楽しみにしていますとのことです。この方はね、前 DM でメッセージをくださった時に私の方からもお返事をさせていただいて、それがこうきっかけで、転職がこうできたっていうご報告だったりとかも、してくださった方になるので覚えているんですけれども、まず改めて転職おめでとうございます。次はこう仕事の基盤が固まったっていうところで、今こう恋活なのかこう婚活なのかされていらっしゃるのかなというふうに思うんですが、まずそのアプリでのこう出会いについてなんですけれども、私ももちろんねアプリには全然抵抗ありました。もう6年前とかそのぐらいになるんですかね。私がそのアプリを始めたきっかけは、結構会社の女子の中でそういうなんかブームが起きていて、なんかそのブームにこう乗っかったみたいななんかそういうところがあります。やっぱりどうしてもその会社に勤めて安定して働いていると、そんなにこう新しい出会いっていうのもないと思うんですよね。で、私もその時ちょうど多分この方と同じぐらいでこう30歳ぐらいでこう仕事もある程度こう落ち着いてきて、なんかどうしようかなって思ってた時にそのブームが来たのでこうみんな女子でご飯とか食べながらなんかいい人いたみたいなことを言ってやり取りをしていたのを覚えています。もしかしたら一人でねアプリを始める勇気がないっていうことでしたら、恋活仲間みたいなのを作るとちょっとこう抵抗が薄れるような気がします。でも逆にねその恋活仲間みたいな友達がもしそのねいい人ができてこう付き合ってうまくいくってなると、やっぱりこう話が合わなくなっちゃうみたいなこととかもあると思うので、なんかそういう時は卒業だねみたいな、私は私でちょっと頑張るねって言って、そこはこう難しいところではあるんですけど、恋人がこうできたりとかした時の友達と
シングルだった時の友達とだとこう話が合わなくなってしまって、逆にその友達のね話を聞くと落ち込んじゃったりとかっていうことはあると思うので、なんかそういう時はお互いもはっきりとお互いの道を行こうみたいな感じで、また後で出会おうみたいな感じじゃないですけれども、明確にこう距離を取ってもいいのかなっていうふうに思います。ちょっとこう笑い混じりでね、全然ねアプリをこう始めなきゃいけないってわけでは私はないと思うんですけれども、なんか少しでもこう出会いをこう増やして彼氏いたらいいなっていうふうに思うのであれば、いろいろこう自分に合う方法を試してみるのがいいのかなというふうには思います。私もねまさかこうアプリで出会った彼と結婚するとは思っていなかったので、結構人生何があるのかわからないなっていうふうに思います。でもね、もし始められる場合はもちろん危ない方もたくさんいらっしゃると思うので、気をつけてください。これはね恋愛だけにおいてのことじゃないかなというふうに思うのが、何事も人から聞いた話よりも自分の経験がこう一番自分のこう今後の糧になっていくのかなというふうには思うので、食わず嫌いをしないで何でもやってみるっていうのは私の中で大切にしていることかもしれないです。もしね今婚活中だよっていう方で、こういうふうに考えたらすごくいいよとかっていうアドバイスがあったら、こちらもコメント欄で教えてください。はい、ではね、今回お仕事と恋愛のことについてちょっとおしゃべりしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。週末にねこう自分の中のこう気持ちの整理だったり、ちょっとこうリセットするきっかけに、今日の動画がなってくれるといいなというふうに思っています。それでは、また来週我が家でお会いしましょう。ニコでした。